新店舗の男の子たちは、ホストのとしてのこれからの売り方を分かってない葵と堤を連れていこうかなと思って。リタ的がこんなしんどいんだったら何が正しいんだろうなって、感情がもう疲れたなみたいな。リタで働くために俺来たんですよ。そんなくよくよしてる暇あるんだったらさっさ腹決めていけよって感じに来るかもしれない。そうですそうです。今日は葵と堤に今リタでちょっと待ってもらってるんで話しようかなと思ってます。何関係の話ですか？リタ作る時も話したと思うんですけど、新店舗を作る時に必ず自分の考えや意思疎通ができてる人間を5名連れていくっていうのを、基本的に絶対必要なことだと思ってるんですよ。店舗を新しく展開する時に絶対必要なのが、自分と同じような思考を持った人間が5名はいた方がいいんですよ。1人だとやっぱその分することが多くなりすぎてパンクしちゃうんで、その利他的な思考を持った人間だけを選抜します。最短最速で芝を競合店舗にするため軍神が選んだ5人とは。新店舗でじゃあ誰を連れていくのかって時に大崎陸さん、自分の考えしっかり持ってるんで、であと亮が自分の考えを植え付けられてるんで、同じ考えを持ってるんですけど、でその中であと葵、葵はもうずっと軍神合宿がそばにいて鍛えられてるんで、自分の意識がちゃんと伝わってるんですよ。リーダーを引っ張ってきた男なんで。であとは堤、ゼロベースから教えてきて、いろんなヘイトがあったと思うんですけど、新店舗を引っ張っていくにあたってメディアがすごい重要になってくるんですよ。ヘイトとか全部いろんなことを乗り越えてきた男ってのが必要なんで、その部分として堤を連れていこうかなと思ってます。はい。そんな縛られて仕事量も増やされて、プレイヤーで多分全力で走りきれないんですよ。物みたいな状態に行くわけで。そうだろうね。数字しか見てないから分かんないわけじゃないですか。数字で分かるでしょ。数字ではいろんなことをデータで取れるんだから。いや分かってないっすよ。軍神との溝が深まったあの日から数日、芝改革へ向け葵と堤に移籍の話を持ちかける。お疲れ様。お疲れです。どう最近リタは。ミーティングの内容とかもすごい濃くなってきて、やっといい方向に動き始めたかなみたいな。落ち着いたなって自分が言うのもあれですけど、やっとなんかリタが始まったなと思って、で今その中心的な存在になりたいなと思ってるんで、自分にできることは精一杯やってるって感じですね。リリオン作ってゼロベースから作って、売り上げある子だったりとか、才能ある子だけが売れていく世界、売り上げない人間はチャンスがないみたいな、そういう世界だったのをもう変えようと、全員に平等にチャンスが与えられて教育を受けられるような場所を作ろうと思ってリリオンを作った。リタのオープンは社会とこのホスト業界をつなごうと。ここで働いてるキャストもそうだし、来店されるお客様もそうだし、メディアを見てくれる、視聴者の皆さんもそうだし、全ての人を幸せにしようと、彩ろうと。堤はね、リタからだけどさ、葵はさ、リリオンからさ、ゼロベースで作って、そこからリタも、来てもらって作ったじゃん。どう2つ経験してみて。最初5人から始まって、龍馬がすごいメディアで見せてくれたりとかで、孔明と俺でそこをサポートしつつ、ミサイルとかがその下の男の子のメンタリングだったりとか、もう本当にバランスよくみんなに見れたなって思ってて。ゼロベースから作って外側から変えるっていうやり方と中心部を変えるっていうやり方、それを同時にやってるんだけど、ミストは新しいチャレンジ、今回のプロデュースは違う、ゼロベースじゃない、ミストの男の子たちを変えてあげなきゃいけない。その中で、今回ね、葵と堤を連れていこうかなと思ってる。さっきできてるよこれ。そうです。何の文字ですね。太陽が沈む頃で、9の2文字ですね。9時。違うよ。くれね。くれ。はい。五木さんもよく言ってるけどさ、自分よりバカ指名しない女の子は。軍神合宿を経てどん底の状態から教育リーダーを任されるほど成長を遂げた葵。今回ね、葵を連れていく理由としては、壁にぶつかって最近ね、もがいてすごい辛かったと思うの。でも俺は全然それでいいと思ってもがけと思うからね。新店舗の男の子たちは、ミストのところをしっかりね、ホストのとしてのこれからの売り方を分かってないよ。まだ過去の売り方にしがみついてて、今俺らがやろうとしているこのホスト界のクリーン化だったり売り方というのを全く知らない未知の世界だと思う、彼らがしたら。でその中で葵は最近それを克服して、一人のお客様に何かを強いるんじゃなくて、数多くのお客様に応援をしてもらって売り上げを上げられるようになってきてるわけ。それをきちんとこの新店舗で落としてほしいな。そのために俺は連れて行こうと思ってる。実は最近
ホストとしてのモチベーションが低下していた葵。利他会議の場で龍馬からこんな言葉をかけられていた。最近のさ、葵見ててさ、何が操作しちゃったのか、すごい機械的になっちゃってるなって。感情あんのかな、熱量あんのかな。オープンからエリオンも一緒だから、バーで一緒に飲んでた時間もあって、葵のことはめっちゃ分かるからこそ、いい人になったのに結果がついてきてない。すげえ矛盾するけど、利他的にって言ってんだけど、なんか葵にはもう少し利己的に逆にいてほしいなぐらい。感情で言うと、モチベは別にないし、悔しいとかもその種類ないんだけど、脳死して機械のように AI になって何しろ楽しくないしっていう感じかな。だってさ、それだとさ、後輩の感情ももう分かんなくなっちゃう。お姫の感情も分かんなくなっちゃう。利他的にってさ、やってきたけど、利他的のフォークが間違えてるかなって最近思ってて、自己犠牲が強い。それにもう疲れちゃったというか、何があっても別に何とも思わんし、期待もしないし、自分が悪いし、でいいや。モチベ低下に感情喪失、利他的を勘違いしていたと語る葵。利他のキャストの反応は。僕らみたいな平のメンバーとかで気を使ってるし、気にしなきゃいけないことが多すぎる中で、人のためを思うがゆえに押し殺して自分を頑張ろうとしてるのかなとは思っていて、でも利他的な葵さんが今チーム始まって結構もうそろそろ入れ替えの時期なんですけど、チーム会まだ1回もやってないんですよ。チームラインもほぼ動いたことなくて、結構僕がよっぽどだろうと思ってますし、葵さんの性格とかを考えたらありえない気がしますね。メンタルとかめちゃくちゃ来ると思うんですけど、それをこう営業中だったり下の子にこう見せたりとか、こう従業員に見せるっていうのはあんまり良くないかもしれないですね。誕生日全く一緒なんですよ、葵と。バースデーももう丸かぶりなんで、その状態で大丈夫っていう普通に心配、相当メンタル食らってるとは思います。軍神の掲げる利他的を誰より体現してきた葵。今の本音を聞いてみると。ホストやってて、結構最近しんどいこととかが多かったんで、感情がもう疲れたなみたいな。姫とのトラブルじゃないですけど、結構売り上げとかもガクッと下がってみたいな。強い女の子が何人かみたいな売り上げのされ方だったんですけど、それがもう全員なんか離れたタイミングでみたいな。利他的がこんなしんどいんだったら何が正しいんだろうなってなっちゃうんで。無気力で完全にやる気を失っていたあの時から月日は経ち、それでも葵はどん底から這い上がった背景を話し始める。本当に高額を使ってくださるお客様が数人で自分の売り上げっていうのは成り立ってたんで、そこで気づけた部分すごい大きかったんですよ。たくさんのお客様に指名してもらって一人のお客様に負担をかけるんじゃなくて、結局五木さんが言ってる売り方できてなかった部分はすごい大きかったんで、そこは今自分が体験して一番腑に落ちてるというか、だから僕が責任持って進展にちゃんと落とし込んでいきたいなと思うんで頑張ります、僕は。そうだね。はい。軍神の教えを胸にキャストたちの指針になるため新店舗参戦を決断した葵。津波に関しては考え方も思考もそうだけど、それを全力で感情でぶつけてほしい。特攻隊長。さっきからその葵さんと話してる内容を聞いてて、ずーっとポカーンとしてたんですよ。俺なんでここいるんやろうと思ってて、もちろんそのお誘いもらうのはめちゃめちゃ嬉しいです。ポテンシャルの部分を多分五木さんは見てもらってるんでこう言ってくれてるのか分かるんですけど、いきなりすぎて今全然頭が追いつかないというか、その理解ができないというか、正直俺は即答はできないっていう状態になってて、僕がこの世界に来た理由は爆撃龍馬を超えるために。さっきからなんで呼び捨てたの？爆撃龍馬を超えるために。だからなんで呼び捨てなのって言ってんの？こんなマジで俺に、見る目ないなと思うっすね。バカな女もする。今は常に厳しいなって全力が強く。俺ですか？うぜえなって思うんすよね。誰に首宣告しようなんて、もう全員交換させちゃうっすよ、マジで。戦力外通告を乗り越え見違えるほど成長した鈴海。鈴海はポテンシャルが高いよ。これからもっと伸びると思う。
下手したら龍馬とか葵とかのレベルを超えてくるかもしれないようなポテンシャルを持ってる涼がそこまでいけるかと言われたら俺は涼この環境じゃないと思う。リタで働くために俺来たんですよ。五木さんも教えてもらった一人ではもうめちゃめちゃこう恩返しをしたいって今でも思ってるんですけど、やっぱりもう一人自分の中でやっぱりこう相談したいな話したいなっていう人がいて、それやっぱり龍馬さんなんですよ。ぶっ倒すために最初生意気言って、でそっからずっと可愛がってくれて、同じチームになっていろんなとこ連れてってもらって、自分の人生なのに自分で決めないといけないっていうの分かってるんですけど、やっぱり相談したいですね。だから一回さ、もう整理すればいいと思うよ。俺は今すぐじゃあここではい答え出してっていう感じの包みはしないでおこうかなと思ってたから、ちゃんと自分の中で答え出してほしい。別に俺強制的に連れて行きたくないから、ちゃんと鼓が行きたいという気持ちを持っていくのか、それともここに残りたいと思って残るのか、自分の中で選択をする中での、導きの部分として龍馬に相談するのは俺絶対いいと思う。大好きなリタを離れ新店に行くことに即決はできない鈴海。そこには師匠である爆撃龍馬の存在が大きかった。お疲れ様です。すいません。どうした？貴重な時間をいただいて申し訳ないです。どうした？いやもう本当に何から話していいか分かんないですけど、絶対こう相談したいなっていうか、話したいなって思った人が龍馬さんだったんですよ。何の話？俺リタ辞めるっす。え？急やな。自分でも正直もう分かんなくなったっす。嫌でやめる。いや好きなんで辞めたくないっす。マジでよくわからん。なんか3号店。なるほど。そういうことか。こっちでやるべきかチャレンジするべきかみたいな話か。はい。俺がさ、これからね、歌手いけるようになるって多分めったにないわけじゃん。はい。なんで俺がここまでのことを成し遂げれたかっつったら、最終着地ができれば超えるとかじゃないと思う。もっとさらに上は見てるじゃん。俺とかに気持ちがあるからここで残りたいとか、そういう葛藤があると思うし、お世話になったのに失礼とか、俺絶対お前そういうこと考えてないんだから、けどそうじゃないんだよね。鈴海の将来がもっと広がる選択肢をすれば俺はそれで正解だと思って、こっちの方が夢叶えられると思うんでこっち挑戦しますと。そういう熱い気持ちがあるんだったら全然言っていいと思うし、こっちの方がそれが叶えられると思うんだったらこっち行けばいいし、俺を超えないといけないって自分で言ってるからには俺を超える選択しないといけない。歌手活動への道を歩むためホストを引退した龍馬。ご主者もいけません。大丈夫ですか？龍馬の決断を後押ししたのは姫や仲間からの応援の言葉だった。お誘いの言葉をもらった時は嬉しかったですけど、裏切りたくない気持ち。そういうの結構俺も考えるじゃん。それ逆に失礼なんだなって気づいた時あって、なんか挑戦するってなった時に応援してくれない人って思われてんじゃん。シンプルに俺のことを応援してくれてる人たちはそんなこと一つも思わねえし、お前がやりてえって思ったこと背中を押してくれるし、今鈴海が挑戦しに行きますわって言った時に何こいつっていうやつは俺仲間じゃねえと思ってるし、そんなやつ多分ここにいないよ。そんなくよくよしてる暇あるんだったらさっさ腹決めていけよって感じ。俺からしたら生きてえから迷ってんでしょって。俺に相談来てる時点でもう多分お前行きたい、挑戦したい、もううずうずしたい、行けやいい。龍馬の確信をついた言葉に鈴海の答えは、相談乗ってもらってもいいっすか？次行ってもいいよ。なんかやめたら全部終わるんじゃないかみたいな。終わんねえよ。誰かのためにやっとるわけじゃなくて自分のチャレンジしたかったんで、でも裏切り者みたいとかなんかなりたくなかったし。大丈夫。俺が見てて鈴海色に染まっていってたら、おおかっけえなって多分思うだろう。ぶっ壊してくるっすわ。顔がぶっ壊れてんだよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。整理して。龍馬が示した道に心打たれた鈴海は新店舗参戦を決めた。龍馬さんお疲れ様です。なんすか？寂しいよ。
スキューバあ、すいません、色気自身が出ました。寂しいよ。散々聞いてるからスズミの気持ちとか、どういう人になりたいとか、どういう夢があるとか一生聞いてたから、即決でいや行けよって感じなんですよ。なんかあったらどうせ俺見るんだろうなって感じだから、なんか親心じゃないけど兄貴心というか、行けや寂しいよって感じですよ。新テンポ行ってうまくやれそうっていうか。あ、もう俺は断言します。ボッコボコに壁にぶち当たる、なるほど。スズミ頑張れ頑張れ、そしてお前は強くなる。ちゃんと仲間思いのやつとか、ちゃんと人の夢を使って考えてくれる仲間が仮に近くにいるんだったら、あいつは刺さると思う。ああいう熱い男はトップで君臨しなくともメインでやれてるっていう店になるとしたら、その店の仲間って多分めっちゃいいやつが集まる。あいつがいい起爆剤なんじゃねえのかな。寂しくはない。はい、行ってこいと。楽しみに湖の成長日記を。ラインスタンプ第2弾リリースします。今回は軍神スタンプ、爆撃龍馬スタンプ2つリリースです。皆さんお願いします。適当に喋ってはいけないよ。